反発も得られやすい走りができるようになってお尻が動きます。私が走り始めた時に知りたかったシリーズ股関節バージョンです。皆さんこんにちは、シンガーソングランナーのIR34です。ということでね、走り始めた時やっぱり何にも分からなくってすっごいただただきついランニングを続けてました。そこでね知っておきたかったのが股関節ってとってもランニングに大事っていうところですね。股関節知ってる？じゃあなんで大事なのっていうところをね本日はまとめていきたいなと思います。まず走ろうって思った時、じゃあ昔の感覚の走り先に一回やりますね。はい、これが私の昔の走り方でした。で今だとどんな感覚かなっていうので、ちょっと走っただけでも全然違うのがなんか目で見てわかるかなって思います。でも自分自身の体で走ろうと思った時ってどうしても一番初めの走りになっちゃう方多いんじゃないかなと思います。なんでか、それをね一言で、しかもこの瞬間にみんなも今実験できるやり方があって、1回目の走り方、もともとのね私のイメージはやっぱり膝を支点にして足を使ってたんですよ。膝を上げて膝を上げて足って動かすもんなんだな、膝を上げてもしくは前ももで足を上げてこう動かすっていう、そういうイメージでした。ただ2回目の方のね走り方はここ股関節が中心にあるんだなって思いながら足を動かすと、おのずとみぞおちあたりにも力が入ってくる、お腹周りにも力が入ってきて、ここが中心に足が動いて反発も得られやすい走りができるようになってくるってことを先に知っときたかったよじゃあ皆さんここで実験しましょう。膝支点にして足を回してみると、足ってどうしても前についちゃう。前についちゃうってことは膝に負担をすごいかけちゃう走りだったりとか、前ももに負担をかけちゃう走りだったりとか、前すぎて頭も出ちゃうのでなかなか進まない走りになってくる。逆に今度はこの時点だったらみんなも絶対できる。股関節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 中心に足を回してみるっていうと、これね絶対戻ってくるのよ必ず戻ってきてくれる。膝だと逆に戻せないのよ。どうしても前に出ちゃう。だから自分の頭の中でどこが中心なんだろうって知っておくだけでも走り方がめちゃくちゃ変わってくるの。そしてねランニングやってるとお尻を使って走るっていう話が出てきてね、お尻使いたいです、でも使えないんですよ。もうこれもね何回も私も聞いてるんだけど、この中で一つの意識だけでもだいぶ変わってくるっていうのが、膝を中心に走ってしまっていると膝をねどんなにこう伸ばしてもお尻もぷよんぷよん、全然お尻なんて使えないんだけど、股関節から動かそうってなってくるとお尻に力がめちゃくちゃ入ってきます。なので着地した後グーンってさ進みたいじゃん。この時にお尻がやっぱり使いやすくなってくるので、とにかく股関節をちょっと意識的に使うっていうのがね大事になってきます。なんだけど、なんだよ股関節使いたいの分かってるよ、でも全然動きませんって人もめちゃくちゃいて、で一つねこれもイベントとかでやるとすごい明らかに違うから分かりやすいなっていうのが、こんな感じでつま先も開いちゃってからお尻落としていきます。肘で膝をこうちょっと外側にしてあげる。でこんな感じでお尻をね入れてあげるんだけど、これやってみた時にこの下までね下がれない方っていうのも結構いらっしゃるんですよ。とにかく普段股関節使ってないと動きが悪いのでダメとかじゃなくて、このぐらいだった方も、私も実はですね別に今でもすごくいい超スーパーいい状態とかではないの。ちょっとやっぱ背中も曲がっちゃうから。でもね私もね昔このぐらいだったので、これを少しずつストレッチしていったらこんな感じでぽよんぽよ動かせるようにまでなってきて、走りもすごい楽になってきたので、伸びしろだと思って、こういう動き作り、こんな感じでお尻動かすっていうのもで、少しずつね動けるようになってきたらこう膝外側にこう押してこうやってお尻を動かす。これでもね股関節の動き良くなってくるんだけど、今日これやりたかったのはまずは自分がどれぐらいの今状態なのかを知っておくっていうのがめちゃくちゃ大事になってまいります。ここでもうちょっと股関節の動き良くする動きをね入れていきたいんだけど、これもね実は知っておきたかった。例えば伸脚一つにしても、伸脚ってこんな感じで伸ばしてさ 1,2,3,4 とかやってきたじゃん。でその時にこうしっかりと自分でつま先を左右にこうちょっと外側とか結構大変だと思うんだけど動かしてみる、動かしてみる、動かしてみる、頑張ってちょっとつま先自分の方につま先向かせて左右に動かすと
お尻が動きます。こうやって自分の股関節を動かしてお尻に刺激を入れてあげるだけでも股関節の動き良くなり、その中でお尻の動きも良くなってくるっていうのがあるので、準備体操で少しアレンジしてつま先動かして自分のお尻股関節を感じてあげるっていうのを普段ちょっと取り入れてみてあげてください。股関節って旧関節だから360度動いていただけるらしいんですよ。皆さんのは何度動きますか？私の何度だろうみたいな感じで、やっぱりね動きだんだん悪くなってくるので、今はねちょっと横の動きっていうのは結構着地の時のブレ防止だったんだけど、今度はね着地した後にグイーンって前に進むためにお尻使いたいし、股関節ちゃんとね動いてもらいたいので、そんな時にどんなことやった方がいいのかっていうので、もうおなじみすぎて何度も出てきてしまうんですけど、これは絶対やろうよっていう意味ですね。コモドストレッチ、足を前に出して手を内側から入れて、もうこうやってお尻をポンポン動かしたりとか、内側あと外側、これね得意不得意な方向があるかと思います。本来だったら全部スムーズに動くはずなんですね。こんな感じで腰が回らないようにね、背中回らないように、これだと何にも股関節動いてこないので、腰からしっかり落としていくイメージでやっていきましょう。で頭もねそう引っ張られるんだ。いろいろ私もねまだまだね意識しないとできないところがあって、でもこういうのを続けていくと走りが変わってくるので動かしていきましょう。股関節の動きがじゃあちっちゃいとお尻使いたくてもここ動かないから、後ろにしっかり伸びないからお尻に力が入らない。だけど股関節の動きが良くなってきたらしっかりとグイーンっていけるようになってくるので、動きをつけるっていうのが大事で、なんかちょっといいなって思うと続くんだよね。なのでいきなりいっぱいというよりはちょこちょこちょこっと入れて、自分の走りと確認しながら噛み合わせしていきながら、ぜひ続けてみてください。ということでいかがでしたでしょうか？皆さんの意識はどこにありましたか？膝でした？ちゃんと股関節にありました？ちょっとした意識の違いで走りってだいぶ変わってくるので、練習だけじゃなくって伸びしろってまだまだいろんなところにあるんだよね。私自身もまだまだ直したいな、まだ知らないこともいっぱいあるしね。その中でね一緒に皆さんとコミュニケーションを取りながら、私自身もみんなと一緒に成長していけたらなと思っています。またうたらんチャンネルで楽しく走っていきましょう。とにかく怪我なく楽しく続けていきましょう。バイバーイ。